こんにちは、アンナスです。今日はユニクロのキャミソール、ギャザーキャミソールホワイト、1500円の、なんかこれだけ着るとちょっと、私は下に半袖とか長袖とか着た上からなんかこう着ようかなと思ってたんですけど、これだけだとちょっと恥ずかしいのでなんか刺繍をこう入れて、ですると重ね着としてやると可愛いんじゃないかなと思って、それでちょっと買ってみました。結構ね、伸縮性がちょっとあるかなっていう感じです。では手元の方にどうぞ。はい、ではキャミソール、ギャザーキャミソールに刺繍していこうと思います。ここですね、ここの胸の部分に刺繍をしようと思うんですけど、今日は草花と動物の可愛い刺繍増補版、この本のこれ増補版なんで、この青い表紙のを持っている方もいらっしゃるかもしれないですけども、これが表紙のやつですね。もう今売ってるのはもうこれしかないです。うさぎしかないです。で、今日はここのクジャクのこの下の部分のお花のところを使おうと思います。ここだけね、ここだけをここに、ただこのサイズ、これちょっと縮小してますけど、でも実物大もそんな大きくないんで、また今日も 200% 拡大しています。結構ね、服に刺すとき 200% 拡大最近多いんですけど、今日も 200% 拡大しようと思います。で、使うものはスマプリですね。図案を写して、で最後お水で消すっていうやつです。なので私の場合は刺繍終わったら服を洗濯機にバンって入れてネットに入れるんですけど、もうそれで溶かしてしまいます。もうこれ使いかけなので歯切れだらけなんですけど、普通はこれですね。これが新しいやつ。A4 サイズが2枚入ってるんで、これを使います。で、こうやって切り刻んで、ちょっと今日はこれはもう無理かな。前回これ使いましたね。前々回か。じゃあこれで図案を写していきます。はい。ではこの後ろにめくると、図案あるんですけど、こっちは拡大図案、結構ね間違える人多いんですけど、実物大図案って書いてあるんで、こっちの実物大図案の方を 200% 拡大してください。で A4 サイズだと一気に全部入りきらないんで、片方ずつ、今日左右対称の図案なので、こっち側半分を向かって左側に、でこっちが半分を向かって右側にして、こう左右対称に作っていこうと思います。今日片方だけだとちょっとあんま可愛くないかなと思うんで、いつも途中で力尽きて片方だけにしてしまうんですけど、頑張って刺そうと今のところ思ってます。でスマプリですね、 A4 サイズと、でこれステッドラーのピグメントライナーですね。これ使いやすいです。水性ペンだったら何でもいいってここにも書いてあるんですけど、結構ねボールのやつだと引っかかるんですよ。ここのなんか表面が薄くゴムみたいにちょっとデコボコしているので、それにキュッキュッキュッって引っかかって線が点々点みたいになるんで、これはね先がフェルトペンなのでとても書きやすかったです。水性なら何でも大丈夫です。とりあえずお手持ちのものを使ってもらっていいと思います。でもったいないんで端から使うんですけど、ギリギリ端っこまで書くと刺す時に刺せなくなるんで、1センチぐらいはちょっと開けておくと刺しやすいです。ということで図案を写していきます。結構大きいですね。はい、図案かけたんですけど、ちょっとアレンジしました。この真ん中の花使えないので、こういう感じで、わかります？ここの下の葉っぱとのここの茎をこうつないで、で
下にも葉っぱ1個足しました。なんか似たような感じで描いてもらって、でここに丸をつけて、こういう感じですね。見えますかね。なんかこうざっくりとした、ちょっとわかんない方は最後まで言ってもらって仕上がったやつをちょっと見て確認してもらうといいんですけど、こういう感じです。で、貼っていきます。服に貼るんですけど、もったいないんで、大きく切っていっぱい捨てちゃうともったいないから、結構ギリギリに使おうかなと思います。で、向かってどっちでもいいか。どっちでもいけますね。でもやっぱりあれですね。点々点が上向いてる方が可愛いから、向かって、左にあるやつは左の胸のところ。で、向かって右にあるやつは右の方に刺していこうかなと思います。で、さっき言ったみたいに、外側、ちょっと1センチぐらい、別に 0.8 ミリとかになってもいいですけど、0.8 センチとかになってもいいと思うんですけど、ちょっとギリギリで切って、で、これ余分なところはもうカットしてください。で、これを端から剥がしていきます。これが結構ぐちゃぐちゃして大変なんですけど、まず折り目を作って、爪でグイってやって、下の台紙を頑張って剥がしてください。で、端っこがぐちゃぐちゃになっても大丈夫です。どうせ溶かすので。要はこの図案が生きてればいいです。で、場所。これ貼り直せるから、まずちょっと大体の場所に貼ってもらって、剥がすのは、ここだけ、先の方だけ。で、全部剥がすともうぐっちゃぐちゃになるんで、少しずつ剥がしながら貼っていきます。全然ずれた。で、一回ね、なんか謎なんですけど、ほこりがつくと、剥がしてもそんなにぐちゃっとならないんですけど、これが強いからかもしれないですね。やっぱこの下の、そうですね、下の服とかがあると、なんかデコボコして作業しづらいんで、結構下何もない状態にして、ここ曲がっちゃった。下何もない状態にして貼る方が綺麗に貼りやすいですね。で、反対側は作業する直前に貼りましょう。結構ね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、貼っといてもいいですけど、すぐ刺繍するならもう一気に貼っといてください。時間かかる人は直前の方がいいかもしれない。1個ずつ。貼れたかな。いい感じですね。そう、仕上がったらこんな感じになります。結構リゾート地で着たい感じのもう気分は夏です。で、刺繍枠を開けて端っこから刺繍していきます。で、ちょっとやっぱステッチが変わってきますね。拡大した分、図案では全部サテンステッチで刺してるんですけど、場所によってはチェーンステッチとかに変わるんで、その都度説明しようと思います。で、YouTube ライブで一回香水瓶の刺繍で決めた色が結構気に入ってたんで、これにオレンジを足してちょっとこう南国風な、これだけだとね、なんか春っぽいんで、ここにオレンジ足すとちょっと夏っぽくなるんで、これでやってみようと思います。じゃあ刺繍していきます。では丸から刺繍していきます。そうですね、どうしよう、ちょっとモコモコさせたいのと、あとここチェーンステッチでやろうと思うんで、2本取りでやる方が丁寧なんですけど、3本でやります。サテンステッチ苦手な方はちょっと2本で大変なんですけど、やった方が仕上がりは綺麗になると思います。本数が少ない分丁寧に細かくさせるんで、丸とかは3本でやるよりかは2本の方が綺麗ですけど、私はもう
ザクザクにしたいんで3本でやります。で3本取って針に入れて、で最初の並縫い、最初玉留めの代わりのものを使うので、私これは素肌には着る予定はないです。下になんか半袖とかは一応着てから、そんな勇気はないですね。だけど玉留めがあるとね、あんまあれかなと思って一応玉留めの代わりのものを作ります。もう玉留めで始めてもいいですけど、はい、で下の丸から刺していきます。真ん中に1本基準を入れて、で上と下と半分刺していきます。で基本的には隣に刺してるんですけど、途中で前のところちょっと隙間が空いてるなとか、なんかもうちょっと足したいなっていうのがあれば、どんどん戻って修正してください。足してください。で半分終わったらもう半分埋めます。で、ここ3つ同じ色なんで、続きであっちもこっちも行くと裏に糸が渡り糸ができて、裏見ないんですけど、例えばその下に切るやつがボタンだったり、ボタンがついてる服だったりとかすると、引っかかったりするんで、できるだけ糸が渡らないように隣に差し広げるといいですね。っていう感じで、上半分終わったら下半分も埋める。で3つ全部埋めていきます。これでちょっと裏通すといいですね。このまま上に上がると渡り糸になるんで、中通して、でここから上に行けば、この距離は近いんで、そしたらあんまり渡り糸は大丈夫になりますね。これぐらいなんで、でここ下が埋まっていくから平気です。じゃあこれで埋めていきます。はい、では3つ刺繍ができたので裏に絡めます。玉留めでもいいんですけど、表に響かないように裏に絡める方が楽ですね。これでギリギリで切って大丈夫です。じゃあ次、ここの葉っぱの部分、これも3本取りでいこうと思います。チェーンステッチで刺していきます。本ではサテンステッチでやってるんですけど、ちょっともうサテンステッチだと大変なので、チェーンステッチでザクザクいこうかなと思います。でチェーンステッチの場合はいつも玉留めで始めてますが、そっか、でもここ近いからこれでいけるや。ここで裏に絡めます。続きをやるときは裏に絡めます。刺繍糸ってすごく柔らかいんです。なのでよく服を買った時に裏に刺繍部分の裏にベターっと接着芯みたいなの貼ってある服多いですよね。トレーナーとかね。あれはなんでかっていうと、ミシンの糸硬いんですよ。だから肌に当たると痛いんですけど、刺繍糸すごく柔らかいんで、これがもし素肌とかに当たったとしてもチクチクはないんで、なのでもし素肌に切る方とか、例えば靴下とかですね、刺繍する場合とか、なんかこう素肌に当たるものに刺す時も大丈夫なんで、もうそのままいっちゃってください。ただ引っかかったりするのだけちょっと気をつけた方がいいですね。で喋ってる間にチェーンステッチ1個間違えてやっちゃいました。ちょっともう一回戻ります。まずやりたいところから出します。で、1周ぐるっと外側をチェーンステッチやって、で2周目3周目って感じでやっていくので、まずこの根元から針を出します。で親指で押さえておいて、同じ穴に刺します。でだいたい2ミリぐらいの先に針を出して、
糸をかけて上に引っ張る。でこれ糸下に引っ張るとチェーンなくなっちゃうんで、必ず上に引っ張る。で左手の親指、左利きの場合はこれ反転して考えてもらうといいんですけど、左手の親指で押さえて輪の中に刺して、またさっきのサイズ針を出す。で糸をかけて引っ張る。で糸をかける作業が結構一手間かかって、すごい膨大な量チェーンステッチするので、こうやって親指で押さえておいて、こう丸くセッティングしておくんですね。で2ミリこう引っ張るだけでもう糸がかかってるっていう状況を作ると大丈夫です。でこんな感じでずっとやっていって、最後ここぐるっと一周、まだ終わってないんですけど、終わったら輪の外に針を刺すと終わります。続きやるときは輪の中に針を刺したんですけど、その違いですね。ということでぐるっと一周やっていきます。はい、これで最後まで、これで最後ですね。一周ぐるっといったら輪の外に針を刺すとこれで止まります。でまたこっから2周目3周目って埋めていくんですけど、この最初に小さい波縫い入れてるの、これも外していいです。上から刺して多分もう見えなくなるとは思うんですけど、今回チェーンステッチなんで、チェーンステッチだともしかしたらこの隙間から見える可能性があるんで、これもう取っていいです。でも止まってます。ここ裏でぐちゃぐちゃやってるので大丈夫です。で取ってもらって、結構つけるんで、だから例えばサテンステッチで面を埋める中にこういう最初の刺し始め入れた場合で、白い糸でそこの場所を埋めますみたいな時とかはちょっと後で取っといてもいいと思います。結構透けるんですよね、白い糸だと。今回はチェーンステッチなので、ちょっとやっぱこの穴が開いてるんで、もしかしたら黄色ちらっと見える可能性があるんで取っておきました。これで1周ぐるっと、また2周目3周目ってやって全部埋めていきます。はい、では葉っぱ2つできたんで、次は茎を刺していきます。で茎を刺してからここに葉っぱを生やしていくとバランスがいいので、先に葉っぱを刺してしまうと、この茎だいたいこの辺だろうなっていうところで終わらせるって結構難しいんですよね。先にもう茎を刺繍してからそこにくっつけていく方がやりやすいんで、まず茎をやります。1目作ります。1目は 2,3 ミリぐらい、3ミリぐらい、今4本取りです。4本取りで茎はちょっと存在感出したいんで、このままチェーンステッチでやってもいいんですけど、チェーンだとちょっと太くなりすぎるので4本です。で1目作ってちょっと先から針を出します。で最初に作ったステッチの真ん中あたりに針を入れて、糸の下に刺すを繰り返していきます。で今向かって右側に刺したので、ずっと右に刺していきます。途中で向きが波があるんですけど、今このまっすぐの刺繍糸をギュッと押して糸の下に刺して、このカーブを表現してるんですけど、波が逆になってももう今この癖がついてるので、もう全部この同じ方向に重ねるっていうのを最後までやっていきます。で刺繍枠はだんだんちょっと刺しづらくなってきたらはめ直していってください。はい、では茎ができたので、今度お花を刺繍します。
花はどっちでやるかすごい悩んだんですけど、このとんがってるところ、まあでもチェーンでもいけるか。サテンだと結構ガタガタしやすいですね。チェーンにしよう。今またすでに1回悩んでしまった。3本取りでチェーンステッチで刺していきます。でスタートは角がいいです。まあ、ここの角でもいいし、こっちの角でもいいんですけど、ここからにしようかな。ここからぐるっとチェーンステッチでその後この外側ですね。でこのとんがってるところをちょっと説明するので、まずはここからさっきの葉っぱと同じようにスタートしていきます。はい、この端まで行きました。そしたらチェーンの外に針を刺して一旦終わらせます。で頂点はさっき作ったチェーンステッチにも任せてください。なので針2個分ぐらい下のところから針を出して改めてチェーンステッチをスタートさせます。そうするとこっちにも任せてるんで、最初の方のチェーンステッチに頂点を任せてるんでとんがってるように見えますね。でこのままチェーンステッチをずっとやってって、もう一個いけるかな。ここまで来たら今度は90度、さっき45度ぐらい、ちょっと厳密には違いますけど、90度ぐらいの場合は同じ穴から針を出して最後に作ったチェーンステッチの丸のところから針を出します。これも一旦終わらせるんですけど、で続きをやると90度の場合はこれでうまくいきます。もっととんがってる場合はどっちか一つに頂点を任せて反対側の方はちょっとずらしてスタートするっていう風にするといいです。だからこれもそうですね。ここで一旦終わらせて、でちょっとずれたところ、下のところから針を出してチェーンステッチをする。でこの後丸とかチェーンステッチで丸を刺したりする時も一緒なんですけど、ここ最後一粒どうするかですよね。あと一粒ってなった時は一番最初に作ったチェーンステッチの糸と布の間を横向きに通します。布とか刺さないです。こうやって通して、で一番最後に作ったチェーンステッチの穴の中に刺すと、これでもうどこからスタートしたかわからなくなる、もう綺麗なチェーンステッチが出来上がります。なので、スタートをこの頂点からスタートしてもいいですけど、ここの頂点が難しいなって感じる方はどっか途中から始めるといいかなと思います。なので、またこれでぐる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 やっていくんですけど、続きは端っこからやっていこうかな。これでまたチェーンステッチ2周目3周目ってやって埋めていきます。はい、ではここがお花ができたので、また緑でアウトラインステッチで3本刺していきます。でここ緑でアウトラインステッチ終わったら、また黄色でここみたいな丸を3つ3本取りでしていきます。もう今日は全部違うか、全部3本取り、茎だけ4本取りですね。これでまた刺していきます。はい、では次はこんな感じですね。次は下のお花を刺していきます。でここも
もう一緒です。このオレンジのお花と刺し方一緒でサイズが違うだけなんで、同じようにやっていってください。結構いい感じです。結構枠がもうギリギリなので、このゴムのところは硬いですね。やっぱ幅が広いので、もう無理やり入れて、でスタートはそうですね、こういってこういった方がいいのかな。まあお任せします。オレンジの時と一緒でもいいと思います。ここからやろうか。3本取りで紫です。この後この半円みたいなのはサテンステッチで埋めます。3本取りの黄色です。でこれが終わったらここになんか線が入ってるんで、ここはもうストレートステッチでこの緑で刺そうかなと思います。はい、では片方出来上がりました。片方だけで3時間ちょっとぐらいです。3時間半ぐらいですかね。かわいい。かわいいですね。いい感じ。自画自賛。これと同じものをこっち側にも刺していこうと思います。はい、では両方できました。だいたいやっぱ3時間ぐらい、3時間半ぐらいはかかったかなと思います。なので合計で6時間、7時間ぐらいです。かわいい。かわいいですね。これはもちろんその T シャツとか、シャツ、白いシャツと何色かな。ここの山形が結構目立つとちょっと恥ずかしいんで、同系色で紛らわせながら着てみようかなと思います。いい感じ。これ後でお水で溶かすんですけど、これですね、スマプリ。ちょっと余計なところはこうやって手でちぎっといてもいいです。ちょっとハサミで切ったりとかして、刺繍糸が動きそうなところはちょっとハサミで切ってもいいですね。まあ、でもハサミで切ると布も切ったら大変なので、はい、かわいい。皆さんもぜひ作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと会員制のサイトで毎月の刺繍っていう会員制のサイトやってるんですけど、そこのもぜひ入っていただけたらなと思って、毎月新しい図案を一つずつ、アップしていきます。で、あと抽選会、私の作った作品を皆さんに抽選会でプレゼントしたりとか、あと限定ライブしたりとか、結構ワイワイ楽しくやっているので、もしよかったら図案ダウンロードだけでも参加してもらえたら嬉しいです。過去のやつは全部見たりダウンロードはできます。あとはね、この場所で教室やっていたりとか、ここの1階にお店もやっていたりとか、お店のものはネットショップでも大体販売してるんですけど、そんな感じでいろいろやってるので、ぜひどこか接点があると嬉しいかなと思います。ではでは、また次回よろしくお願いします。それではさようなら。